まったくあいつらと来たら簡単な船の点検にわざわざ幹部長を呼びつけるなど。おお、お嬢さんとパーチェじゃないか。二人で散歩か。仲のいいことだ。あはは、この荷物見てから言ってよ。ちょっとした散歩には見えないでしょ。おや、なかなか大荷物だな。どこへ行くんだ？おっと、これは失礼した。新婚夫婦に尋ねるには野暮な質問だったな。改めて新婚夫婦とか言われるとちょっと照れるね。旅行先はどこを選んだんだ？ノルディアにしたよ。せっかくだからもっと遠い場所に出かけても良さそうなものだが、まあ俺が注文つけるのはおかしいか。ノルディアの人たちに思い切り熱々ぶりを見せつけてくるよ。新婚夫婦の特権だもんね。しかしまたノルディアへ行くのか。随分と気に入ったんだな。うん。ダンテさん、こっちの点検の確認をお願いします。そろそろ俺は仕事に戻るとするか。二人とも気をつけて行ってこい。それでよかったと思うよ。ダンテに無駄な心配をかけたくないし。こうやって部屋で一緒にくつろいでると不思議な気分になる。恋人同士だった頃と特に変わってないような。まあそんな感じだけど、でも実感するときはあるよ。おやすみって言って自分の部屋に戻らなくてもいいんだって気づいたとき。習慣ってすごいね。だけど今は一晩中お嬢の横で寝顔を見ていられる。結婚してよかったな。なんでまた？アーモンドの花の時期はまだだよ。またウィルに会うの？会いに行ってどうするの？俺のため？忘れるくらい幸せにしてあげたいって思っているんだけど、やっぱり目立つもんね。でも、そうやって忘れさせないようにするのも、ウィルの策略のうちかもしれないよ。不幸になーれって。それが当たっているなら、ウィルってほんと暇人なんだと思うけど。のぞみか。俺はお嬢といられるだけで嬉しいけど、お嬢はもっと先を見てる。それは、俺の領主になる決意と似ていて、異なるものだ。うん。
わかった。俺も一緒に行くよ。フェル、船が来たよ。よく来てくれた。こんなにすぐに再会できるとは。いや、気にするな。予感がしなかったわけでもない。アガタ、俺たちが来るって知ってたの？詳しい事情は私にはわからない。ただ、そんな気がしただけだ。こちらに滞在しているウィルが何かを心待ちにしているような顔をしていたからな。しかし、今目の前に現れたそなたらの表情は決して晴れやかではない。何があった？そうか。そんなことが。俺は残った時間全部でお嬢の笑顔を見たいって思ってる。でも気がかりが消えない限り、お嬢は心から晴れやかに笑ってくれない。なら少しでも残っている可能性を探せないかってここに来たんだ。当事者でない私が不用意に口を出せることではない。だけど以前アガタは俺を救ってくれたじゃないか。あの時のアガタの言葉を俺は今でも覚えているよ。思うことがあれば躊躇なく言って。さあ。パーチェ。そなたのような出来の悪い弟子を持った覚えはないぞ。しかし、そうは言っても、何の助言もせずにこのまま返すのは忍びない。私のことを話してもいいか？我が息子、テオドールの話だ。テオは12歳の時に、ある事故で死んだ。いや、死んだはずだった。あのさ、セラフィーノとテオドールがアガタの双子の息子の名前だったよね。ああ。ウィルの力によって、テオは不老不死の身となったのだ。私は息子を失いたくなかった。その結果が、今のテオの姿だ。それは、自然の摂理に反することだからだ。歪みは現れる。歪み？人間の命には限りがある。だからこそ、最大限に輝けるのだ。成長して最愛の存在と出会い、共に年を取り、老いて死ぬ。それが人間のあるべき姿だって、アガタ言ってたよね。ああ。けれどもテオは、永遠にそれを手に入れることができなくなった。たとえ最愛の存在と巡り合っても、確実に相手は先に亡くなる。そして、テオは残されるだろう。深い悲しみとともに。
それがわかるから、テオは同じように時間が止まっているウィルと一緒に旅を。テオを失う悲しみに耐えられなかった私自身の弱さ。そして、息子の将来を見通せなかった資料の足りなさが、この結果を招いた。愛する息子に永遠の苦しみを与えてしまった。果たしてそれが母親の姿だろうか。今でもテオは時折顔を見せてくれるが、大方私の複雑な胸中は悟られている。俺がテオなら、自分がいることで、アガタが母としての苦しみを抱き続けるのは耐えられないよ。だって、どっちもお互いを愛している結果なのに。認めたくはない。認めてはいけない。自分のしたことが間違っていたなどと。私はノルディアの総督。誤った判断をしてはならない立場にあるのだ。その私が正しいと思ったことを伝えよう。ウィルから方法を聞き出し、必ずパーチェの寿命を取り戻せ。たとえウィルに対し、どんな手段を使ってでも。ウィルと懇意にしていた昔のアガタと、今のアガタである私は違う。もう、ウィルとアガタの関係も終焉を迎える時だ。変わっていかなければいけない。いや、私の代で変えるのだ。テオの問題は過ぎたこと。もう致し方ない。私はそう思うようにしている。しかし、パーチェの問題は別だ。なぜなら、パーチェは今を生きる生身の人間。だって、それがお嬢を笑顔にする方法の一つだからね。人間は必ず寿命を迎える存在。その時間が長いか短いかって違いがあるだけだ。そしてその寿命を少しでも伸ばそうとあがくのは悪いことではない。ああ、精一杯あがいてくるよ。それが俺の大事な人の願いだから。思いのほか早く現れたね。もう命がいらなくなったのかい？これは、俺とお嬢の未来をつなぐ新婚旅行だよ。なんだ。将来に絶望し、いっそのこと二人で一緒に旅立とうと、話がまとまったのかと思ったが。そういう例を幾度も見てきた経験があるからね。だが、さすがにそこまで心の弱い人間ではなかったか。言葉を選んできたか。君も一応は成長しているようだね。だが、俺には得することがない。理由は伝えただろう？彼に生きながらえてもらっては困るんだよ。そんなものはもう必要ないよ。いらないから置いていった。
所詮カードは入れ物だ。一切残ればカードに宿して作品は作れる。バスチェロファンタズマの炎で石が破壊されない限り何度だって可能だ。だから、みすみすタロッコの破壊を許したのか。さて、タロッコに関する重要な秘密も知れたんだ。満足して、もう帰るといいよ。どこまでも強情だね。懇願しても無駄だよ。今度は泣き落としか。聞かないよ。自分の希望が通らないとムキになる。まるでだだっこだな。思い知るといいよ。世の中はそんなに君に甘くできていないんだ。本気で俺と戦うのかい？フェル、いくらフェルでも無茶だ。力に立ち向かうその姿、まるで過去の愚かな自分を見ているようだよ。それほどまでに意志の強さを信じているのなら、ラフォルツァを説得してみるといいよ。説得？そうだな。ネーベの体にラフォルツァを呼び込もう。彼女ならそれができる。だが、一度きりのチャンスだ。生かせなければ、彼は死ぬよ。それならその時だ。俺を生かすも殺すもお嬢だなんて嬉しい限りだよ。何？死んだら蘇らせてあげるさ。テオのようにね。悪いけど、お断りだ。俺はお嬢と同じ時間を生きたいからね。その気負いだけは理解したよ。準備には時間がかかる。明日ここにまた来るといい。夜だね。ネガーロも夜なんだろうね。どこまで夜なんだろう。世界の裏側は昼だと思うから、どこまでが夜なのかなって。言ってみたいけど。お嬢、俺告白するとね、死ぬのが怖いんだ。うっそ！いつ？うわあ、何それ恥ずかしい。口に出さないようにしてたのに。そういうとこは見せたくなかったの。いやいや、だって俺、かっこいいって思ってもらいたいからさ。え？そうかな？ごめん、お嬢。
そんなことない。お嬢が俺の命を救おうとしてくれているのは嬉しい。だって、大好きな人に悲しい顔をさせるのは耐えられない。このままじゃ、俺がいなくなったら、お嬢は笑ってくれないって知ってる。俺さ、いっつも周りのみんなの笑顔のために頑張ってた。でも今だけは、俺自身を一番大事にしたい。だから、改めてお願いするよ。俺の命を助けてくれる？用意できました、旦那様。これが根性の別れになるかもしれないことを忘れずにね。今ラフォルツァをネーベの中へ。さあ見せてくれ、意志の力とやらを。何？強引に望まぬ入れ物の中に入れられた。これは誰の体か。リアマンティの宿主よ。お前の頼み事は分かっている。命の返却だろ。そんなくだらないことのために私を呼び出すなど、腹立たしいことこの上ない。説得に応じる気などない。そういうことだ。さあ、リ・アマンティ。できるものなら、お前の力で私をねじ伏せてみろ。さて、お手並み拝見だ。つまらない。私の勝ちだ。私の宿主は、私の好きにさせてもらうよ。そんなにあの宿主が大事なのか？では、こういうのはどうだい？あなたも私好みの宿主。だからその願いを叶えたい。パーチェを永遠に生きさせてあげる。そして、私たちタロッコを全部壊しておしまいにしよう。
ラフォルツァ、破天荒すぎるだろう。旦那様。タロッコも石も全部壊してしまうとはな。